んにちは、ベイビーズ。皆さん、こんにちは。盆栽忍者のお時間です。今日第1弾のココナッツの部屋では、どうして英国にやってきたかっていうのをお話ししたいと思うんですけども、この話はかなり昔に遡った話となってしまって、もう15年ぐらい前に遡った話となってしまいます。その頃ってすごい日本で英会話学校とか英語の学校とか盛んになってた時代、みんなも覚えてるかもしれないんだけど、ノバっていう英会話学校に通ってて、そこで海外に旅行したり勉強しに行ったりっていう友達がすごいたくさんできて、世界観が広がったみたいな感じだったんですけど、語学留学みたいなので2週間カナダに行ってた。高校に入ってからその学校が交換留学みたいな力を入れている学校だったんですよ。で、海外からの受け入れとかも盛んにやっていたっていう学校だったので、高校にいる間に交換留学でどっか違う国で勉強できないかなって思ったのが、まず海外に行こうと思ったきっかけです。ちょうど見つけてきたプログラムっていうのが、オーストラリア、アメリカ、カナダ、もしくは英国 Non-English Speaking Country っていうオプションっていうのがもう決まっていて、どこの国に行こうかって考えた時に、カナダは語学留学っていう面ではすごく楽しかったんですけど、でも感動したっていうものがなかったので、もう一回行こうとは思わなかったんですね、その時。アメリカもそこまで惹かれるものがなかった。オーストラリアは友達がたくさんいたんですけど、全然考えてなかった。イギリスっていうのがもう最後の国として残されてて、じゃあイギリスにしようかなみたいな、結構簡単な気持ちでイギリスを選択していました。で、実際にどこに行くっていうのは、プログラムに応募して、専攻とか、毎日のようにリポートみたいのを書いたり、リスニングの勉強とか、カルチャーの勉強とかっていうのがすごくたくさんやらされました。その最後のいろんなね、日本の地域からイギリスに行く人集合させて合宿みたいのをやりました。そこでイギリスのどこに行くっていうのをプログラムの人が決めるんですけど、その時初めてイギリスってイングランド、ウェールズ、スコットランド、そしてノーザンアイランドっていう4つの国からできてますっていうことを理解しました。そこでウェールズに派遣されることになって、なんでイギリスなのにウェールズっていうのもそこで初めて理解しました。2004年の夏に現地の学校に12ヶ月勉強しました。2005年に戻ってきて、4年生に戻ったんだけど、もちろん勉強とかもみんなとは1年間ずれてるから、ちんぷんかんぷんで、そこまでちゃんと勉強にフォーカスはしてなかった。数学とかもアドバンストになっちゃってもうわからないし、学校に全然興味がなかったっていうのが3年生の夏。日本に帰った後でした。大学のこととか考えてて、いろんな国のオプションってそこでまた出てきて、オーストラリアかイギリスのどっちかっていうのを考えてました。その時はね、ジャーナリストになりたかったんですよ。ジャーナリストって書いたり喋ったりっていうコミュニケーションがベースのお仕事なので、入学の条件っていうのがものすごく高かったんですね。なので、オーストラリアの入学要件は絶対満たせないなっていう、そこで思ったんです。で、その時にイギリスの方を見てたら、そこまで難しくないような気はしました。交換留学の時はスポンジーっていうところにステイしてたんですけど、スポンジーにもちょうどスポンジ大学っていうのがあって、じゃあちょっとそこも見てみようかなって思って見てみたら、普通の大学に入る前に1年間のファウンデーションコースっていうのがイギリスはあって、まだちょっとアカデミックとか英語に不安がある人、12ヶ月のファウンデーションコースをやって普通の大学のレベルに入るっていうコースがあったので、早速アプライをしました。これが2005年の秋ぐらいかな。コンディショナルオファーっていうのをもらいました。で、アンコンディショナルオファーっていうのは条件なくアクセプトしますよっていうオファーだったので、ファウンデーションコースからスタートして、で、大学に行けるなっていうのを確信したので、もうそこである程度勉強はやめました。英語はね、引き続き勉強してましたけど、とりあえず卒業ができればいいっていうことだったので、とりあえず参加をするっていう形で過ごしました。イギリスの大学って9月から始まるんですよ。2005年の時にオファーもらってたので、2006年の9月から大学にね、入ることはできたんですよ。なんですが、その時ね、スターバックスにすごい憧れてたの、その頃。どうしてもスターバックスで働きたいっていうのがあって、その時にスターバックスで1年間働くっていうディシジョンを取りました。で、そのスターバックスの話はね、また今度話そうかなと思うんですけど、それがあったので、1年間ちょっと日本にステイしました。なので、大学のためにもう一回戻ってきたのは、
2007年の6月にもう一回ファウンデーションコースに入るためにウェールズのユナイテッドキングダムの方に、リターンしました。でその2007年の6月からは日本にはもう旅行とか以外では帰ってない状態です。気づいたら13年くらい英国に住んでることになりました。ということで、どうやって英国に移り住むことになったのかっていう経緯をお話ししてみました。この動画が面白かったらグッドボタンと購読ボタンをお願いします。それでは次の動画まで。さよならバイビー。